はい、どうも、直樹です。今回はですね、作業机周りの紹介をしていきたいと思います。まずは、端っこから、こちらが真空脱泡機、レジンの複製とかに使うものですね。このタッパーの山は作りかけのものたちですね。どんどん増えていってます。で、手前の、段ボールがそうしたものを挿しておくやつですね。ポイントとしてはですね、パソコンの、キーボードを置くための引き出しがついてるんですね。で、こっちで塗装や工作の作業をして、こっちで例えばデカール貼りとか、墨入れとかっていう風に場所を使い分けられるんで、重宝しております。こっち側の机が L 字になってるんですけど、まずはフライス板、プラ材とかを切り出したりとか、縦の塊を削り出したりとかするときに使います。あと、プラ板を積層して、同じ形に切り出したいときとかもこれでやっちゃいますね。この辺は金物一覧って感じです。鉄やすりだったり、ノギスだったり、で隣が筆です。ダッチとかでよく使うのは、タミヤの変装筆、ざっくり使い回せるやつが、ガイアノーツのセットですね。価格もお値段も優しい感じなので、隣が、自分のブランドナスカのドライブラシ用筆ですね。これはウェザリングだったりとかするときにドライブラシ用に重宝しております。でその隣が、最近、発売しましたナスカの墨入れ筆です。これ前もちょっとご紹介させていただいたんですけど、穂先が長くって塗料の含みがいい、プラス先端が繊細に作られているので、墨入れには僕適していると思います。で手前にあるのが、超音波カッターですね。荒々でザクザク削り出すときとかに結構重宝してます。綿棒は本当普通にコンビニで売ってるやつを使っております。綿棒の隣が、ガイアノッツさんの MY 綿棒、極細の綿棒ですね。細かいところに拭き取りとかに使っております。で、その隣が、同じくガイアノッツさんのフィニッシュマスター。綿棒よりも綺麗に拭き取れるので、仕上げとか、どちらも、まとめ買いして、このように、タッパーの中に打ち負けて、すぐに使えるように置いております。次は、エアブラシですね。今合計8本使い回してるんですけれども、めんどくさがりなので、色を変えるときにいちいち洗って入れ替えるのが手間だし、時間を取られちゃうので、なるべくそういうことがないように8本プラス、予備1本で使い回しております。そのハンドピースのメーカーとかに特にこだわりはないんですけれども、ポイントとしては、ダブルアクションで、あとここにエアの圧力調整ダイヤルがついているものを使っております。ちなみに8本なので、コンプレッサーは2台でつないでおります。引き出しの下が、ちょっと汚いんですけれども、すぐに使う塗料を入れておく。混色したやつとかをここにどんどん入れてっています。メインの机の方なんですけれども、机の下にですね、このように市販のディテールアップパーツがわらわらと入っております。皆さんも困ると思うんですけれども、ちょっと使ってどんどん溜まってっちゃうっていうものがかなりストックされております。足元に、フットスイッチを2つつないでるんですけれども、片っぽがエアブラシのコンプレッサー、左側が塗装ブースのスイッチですね。いちいちスイッチ入れるのが面倒なので、足元のフットスイッチをつないでます。塗装ブースは、ネロブースを使ってるんですけれども、机のサイズに合わせて、特注サイズで作ってもらっております。
ご存知のように、とても素晴らしい性能です。で、ちなみに、マグネットでいろいろ付けられるので、なかなか重宝しております。こちらに扇風機をつけてるんですけれども、これメロブースの唯一の弱点というか、強すぎるがゆえのあれなんですけれども、外気との温度差が激しいと結露がすごくてですね、水滴が排気口からポタポタ垂れてきちゃうんですよ。なので、風を当てて、強制的に結露を飛ばしています。メロブース内に置いてある、この辺の塗料というか状態なんですけれども、右側が、メカサフ2種で、こちらが、クレオスのビニサフで、これが、ナスカのプロデュースシンナー、小分けにしておいてます。で、こっちが、ガイアノッツさんのツールウォッシュですね。ツールウォッシュ使う頻度はかなり高いです。で、ライターオイルはですね、エナメルの拭き取りに、めちゃくちゃ使っております。でこの辺がいつもメインに使ってる工具たちですね。ナイフ類、定規やピンセット、ピンバイスの、交換先で、タガネはもうほんと筋彫りはこれがないと困っちゃうぐらい使っておりますね。一番大事なのが、歯ブラシです。いろんなことに使っております。ゴッドハンドさんのアルティメットニッパー、これは手放せない感じですね。とはいえ、やっぱりかなり繊細な道具なので、これから交換して使ってます。逆に、隣のグッドスマイルレーシングさんのニッパーはめちゃくちゃ頑丈なので、かなり言い方悪いですけど、乱暴な使い方をしてもかなり応えてくれるので、とても重宝しております。瞬着パテはですね、ミスター SSP のパウダーとシアノンを混ぜて使ってるんですけれども、今現在 SSP なかなか市場になくてですね、再生産待ちなので、その間はこちらのベビーパウダーを混ぜて使っております。ちなみに、ベビーパウダーを使う時の注意点なんですけれども、この成分にパルクが入ってないと固まらないんですね。購入する際は、確認してください。で、こちらが、一番使うであろう紙やすりと、スポンジやすりですね。こちらがスポンジやすりが入ってまして、タミヤのフィニッシングペーパーを短冊切りにしたものをストックしております。主に使っているのがですね、180番、240番、600番。この辺がメインになります。真ん中が、プラ板に貼り付けたヤスリのストックなんですけれども、こちらのこの幅の基準というのがですね、両面テープの幅、プラ板を切り出して、ひたすら貼り付けて使っております。塗装する際に、パーツをつける持ち手になります。こっちは竹串に両面テープを巻きつけてたものと、こっちはですね、竹串の先端に、このように使い古したデザインナイフを巻きつけて、パーツを刺して使っています。こちらの棚は塗料やら備品やらのストックの棚になります。この辺がざっくり塗料ですね。塗料です。この辺が溶剤系のストックになります。こちらがですね、デザインナイフの刃なんですけれども、結構頻繁にもうちょっと切れなくなったらすぐに交換するので、箱でストックしております。はい、そんな感じで、今回は、作業机周りをざっくりとですが、紹介させていただきました。また何かリクエストがありましたら、
お答えしたいと思いますんで、よろしくお願いします。